はい。ねえ。じゃあこれでいってみますよ。はい。はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？そう、よかったね。いやー、寒いですね、毎日ね。でも、おかげさまで、柴崎もね、この通り、元気に絵描いてます。今回はね、また面白い画材がね、柴崎、手に入ったんですよ。それはね、これです。はい。ほら。すごいでしょ？これね、こういうものです。はい。ね？シャーピーっていうね、アメリカ製のね、油性マーカーなんですって。聞くところによるとね、何にでも書けるっていうね、すごいマーカーらしいんですよ。うん。だから、それがね、本当かどうか、どんな風にね、描けるか、柴崎早速やってみたいと思います。ね。はい。では、その結果が出たら、またあなたとお会いしましょうね。マーカーの種類ですね。シャーピーカラーバースト、シャーピーフラミンゴ、シャーピーミステックジェム、シャーピーメタリック、シャーピーパステル、シャーピーネオン、最後はシャーピーステインドです。ねえ、たくさんあるね。はい。ではそれを全部広げてね、塗ってみますよ。まず、このね、ちょっと、そうだな、ネオン的な、ね、イエローで塗っていきましょう。なるほど。うん。なんかこうね、蛍光カラーのような色になりますね。今度はちょっと、今度は濃いめのイエローですね。うん。塗った感じは滑らかですね。なるほど、なるほど。はい。ではちょっと今度はもう少しね、こんな、だんだん色をね、濃いめにしていきますからね。ちょっとオレンジっぽいこう赤系の色でね、重ねていきましょう。このシャーピーで塗ってみると、マーカーなんだけど、こうにじまないね。油分がこうにじまなくて、普通にこう塗れて塗りやすいですね。じゃあ今度はピンクでいってみようかな。ね。ちょっと蛍光カラーですけども。重ね塗りしてみますね。これだけ色数とかね、いろいろのがあるので、重ねてね、少し色をもう絵画的にね、ただイラストでなくて絵画的に表現しようかなと今思ってます。はい。さあ、今度はオレンジですね。ねえ。このオレンジもちょっとこう蛍光カラーみたいな感じですごく面白いね、発色が。さあ、だいぶ黄色い赤系統で重ねたので、今度はブルーでいきましょうね。ブルー2色ありますね。こっちの暗いブルー、こっちの明るいブルーにしようかな。これでちょっと塗ってみますね。うん。こう、まずはちょっとね、筆圧を軽くして、全体に色を塗る感じでやっていきましょうね。だんだんこうして重ねていきます。このシャーピーはね、マーカーなのにこれだけ多様な色が揃っていて、重ね塗りがね、効く。ここが素晴らしいね。だからこう布の上にね、本当に、絵が描けるっていうね、絵を描く楽しみがね、ここで味わえるっていう感じです。ほら、どんどん色を重ねてきましたよ。で、筆先がこう尖っているからね、細かくも描けるし、
このシャーピー横に倒すとね、広い面として塗ることもできますね。どうですか？だいぶ色が重なってきて、面白くなったでしょ？この辺りもね、しっかり塗った上から、今度は黒の色で色を重ねましょう。はい。いいですね。黒もしっかり出てきます。今黒でね、細かいところを書き起こしてます。またその上にね、イエローで重ね塗りです。こう拡大してみると、本当に色がしっかり乗っているのが分かりますね。はい。今度はちょっと定規でね、直線を引いてみますね。どうかな？よいしょっと。もう、これだけスピード感のある線でもね、スッと色が乗りますね。面白い。こっちもいきますね。スッとこうスピードつけて。どうかな？綺麗にね。ここがこのシャーピーのいいとこですね。ゆっくりこう今塗ってますけども、それからさっきの直線みたいにスピードつけて塗る。それぞれこうなんか味わいの異なったね表現ができるんですね。それから今ここ塗ってるのはね、比較的、彩度の低い色のグループを選んで塗ってます。はい。鮮やかな同じグリーン系統でも鮮やかなグリーンもあれば、ちょっとね低彩度のグリーンもみんな揃ってますので、こう、的確にその場所その場所のね色をこう選んでこのようにこう描いていくこともできますね。あら、こんな感じも楽しいでしょ？重ねてあげると。はい。細かいとこもね結構かけます。今ねすごくこれ拡大してね見てますけども、こんなに拡大してもほら細かい形が描けているのがわかるでしょ？さあだいぶ塗ってきました。ねえ、こう色数が多い、そしてそれがもうたくさん重ねることもできるっていうわけですから、色作りとしては無限にできるっていうわけですね。しかも明るい色から暗い色まで揃って、その重ねが自由っていうわけですね。この辺りちょっとこう弱めな表現にしようかな。こう筆圧も少し軽めにね。はい、こんな表現です。さあね、また黒を取り出して最後の細かいところ決めていきましょうね。この黒でしっかりこのアウトラインをね取るともう形が見えてきます。でこの場合もこう極細のね、今使ってるのはこれですね、細筆もあればから今から使いますけども、少しね太めの黒のシャーピンも揃ってるんですね。よっと今太めの黒ですよ、これは。だから黒の線でもね非常に味わい深くなります。ほらねえ、太めの黒だったでしょ。がっちりこう描きたいところですね。これはこういうのを使います。よいしょっと。ほら羽のあたりに引いてある黒い線とちょっと違いますよね。さあそして、また重ねてねぐっとこう落ち着かせる部分、それから鮮やかに見せる部分っていうね、このね非常にこの色にね味わいのつけ方にね変化が出せるんですね。さあサイン入れますよ。はい、これは金の色ですね。
はい、これで出来上がりです。はい、ということでね、書き上がりました。ちょっと見てくれる？はい。ほら、どうかな？これだよ。はい。ほら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 。ねえ。結構素敵でしょ？はい。結構柴崎もね、楽しく書けたんだけど。ね、これはね、思いのほか簡単だった。うん。で、楽しかった。ね。はい。こう書けちゃうんだもんね。はい。ね。書きました。このね、シャーピーっていうね、油性マーカーなんだけども、普通油性マーカーっていうとね、例えば段ボールのね、荷物の発送なんかにお名前を書いたりしますよね。でもこのシャーピーは、それをさらに超えて、お絵描きもできるという素晴らしい油性マーカーだったですね。しかもこれ、スムーズに塗れるだけじゃなくて、発色も良くてね、もうご覧の通りです。だから、小さいお子さんがいるお母さんたちね、お子さんのね、このほら、こう、ね、幼稚園に持っていくバッグとかね、あるいは、靴とかね、そういうのお名前だけじゃなくて、ちょっとお母さんでイラストなんか描いてあげても、喜ばれると思うんだけど、どうでしょう？夢が広がるね、このシャーピーは。で、このシャーピーは、とにかくいろいろなものに書けるということだったので、柴崎、やってみました。ちょっと見てくれる？これなんですよ。ね。コーヒーを飲むカップです。どこにどう書いたかっていうと、実はこっちに書いてあるんだけど。ほら。よいしょ。どう？マロンちゃんとトマトちゃん。結構綺麗に書けたでしょ？こうやって上薬のかかった焼き物にもね、このように書けるんだよね。こういうイラスト、いろいろなものにね、書くと生活が楽しくなるかなと思いました。もう一度。はい。ね。でもね、柴崎まだやってみた。実はこのシャーピーね、もっとツルツルなガラスみたいなものを描けるということだったので、本当かどうか検証しました。見てくれる？これです。と言っても、透明感でわからないでしょ。ちょっと、後ろにね、紙を当ててみますね。はい。ねえ。どうかな？ガラスに描いたね、ニジマスです。泳いでるように見える？これね、こう、ガラスみたいなものに描けるっていうことだから、もう意外とお部屋のインテリアとかね、そう、ステンドグラス風にも楽しめるかな？で、柴崎もう一つね、実はやってみたんですよ。それを見てね、これなんだけど。はい。ね。風鈴です。これね、素焼きの、焼き物ですね。ちょっとザラザラしてるもんなんだけど、それもね、やってみたら、もうご覧のように、発色よく。ねえ、スムースに描けましたよ、これ。どうですか？楽しめそうでしょう。ねえ、いろいろなものに描けるってことも分かりました。しかも、もう一度言うけど、色が綺麗でしょ？ここがね、すごいと思うんだよね。はい。さあ、どうかな？あなたもね、このアメリカ生まれのね、シャーピーを使って生活に彩りをね、つけてみてはいかがでしょうか？本当に面白かったです。はい。ということでね、今回も長い時間ね、最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回ね、違うテーマで
あなたとお会いしたいと思います。それまでどうかお元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとう。はい。またねー。柴崎でした。はい。